アブー、ジャムラの伝承。私はイブン、アッバスと一緒に座っていたが、彼は私を彼の席に座らせた。彼は私に、彼の財産の一部を私に与えるために彼と一緒にいるように頼んだ。それで私は彼と一緒に2ヶ月間過ごした。ある時彼は私に、アブドゥル、カイス族の代表団が預言者のもとに来た時、預言者、彼に神の祝福と平安あれは彼らに尋ねた。人々、つまりあなたたちは誰ですか？あるいは代表者は誰ですか？彼らは答えた。私たちはラビア族です。すると預言者、彼に神の祝福と平安あれは彼らに言った。ようこそ、人々よ、あるいはアブドゥル、カイス族の代表団よ。あなたたちは恥をかくことも後悔することもないでしょう。彼らは言いました。アッターの使徒よ、神が彼に祝福と平安を与えたまいますように。私たちは聖なる月以外にはあなたのもとに行けませんし、あなたと私たちの間には異教徒のムダル族が介入しています。ですからどうか私たちに何か善行、宗教的行為を行うようお命じください。そうすれば私たちは、故郷に残してきた人々に知らせることができ、彼らに行動を起こすことで、天国に入ることができるでしょう。それから彼らは飲み物について尋ねました。何が合法で何が違法か。預言者、彼に神の祝福と平安を与えたまいますようには彼らに4つのことを命じ、4つのことを禁じました。彼はアッターのみを信じるよう命じ、彼らに尋ねました。アッターのみを信じるとはどういうことか知っていますか？彼らは答えました。アッターとその使徒はもっとよくご存知です。そこで預言者はこう言った。それは次のことを意味します。1、アッター以外に崇拝されるべきものはなく、ムハンマドはアッターの使徒であるということを証言すること。彼に神の祝福と平安あれ。2、祈りを完璧に捧げること。3、ザカート、義務的な事前を支払うこと。4、ラマダン月の間に断食すること。5、ある、フムス・アッターのために捧げられる戦利品の5分の1を支払うこと。それから彼は彼らに4つのことを禁じた。ハンタム、ドゥッパ、ナキール、アン、ムザハトまたはムカイアル。これらはアルコール飲料を準備する鍋の名前である。預言者はワインの容器について言及し、ワインそのものを意味した。預言者はさらにこう言った。それらを暗記しなさい。これらの指示を残してきた人々に伝えなさい。ハディースの説明。預言者、神の祝福と平安あれは、人々に、宗教、現世、そして来世において利益となる包括的な事柄を教えました。そうすれば、彼らはそれを十分に認識するでしょう。このハディースで、信者のアブー、ジャムラはこう言っています。私はイブン、アッバス、神よ、お二人に満足あれと一緒に座っていました。つまり、彼がアリー神よ、お二人に満足あれに代わってバスラの知事を務めていた頃のことです。イブン、アッバス、神よ、お二人に満足あれは彼を敬い、ベッドの彼の近くに座らせていました。するとイブン、アッバス、神よ、お二人に満足あれは彼にこう言いました。私と一緒にいて、質問者の言葉を理解するのを手伝ってください。なぜなら、彼は外国人質問者が何を望んでいるのかを通訳して伝え、質問者にイブン、アッバースが何を言ったのかを伝えていたからです。彼は2ヶ月間彼のもとに滞在し、イブン、アッバースからこのハディースを聞いた。その中で彼は、アブドゥルカイスの代表団が預言者、神の祝福と平安あれのもとに到着した話を伝えている。アブドゥルカイスは部族であり、預言者、神の祝福と平安あれは彼らに家系について尋ねたところ、彼らは、ラビアと言った。彼らの最も高位の祖先との関係において、ラビアはニザール、ビン、マーット、ビン、アドナンの息子であり、彼らはただこう言った。ラビア・アブドゥルカイスは彼の息子の一人であったため、預言者、神の祝福と平安あれは彼らを歓迎し、こう言った。恥も後悔もせずにやってきた人々を歓迎します。これは、彼らにはイスラム教への改宗の遅れや頑固さがなく、また、彼らが恥じたり後悔したりするような捕虜や旅衆、あるいはそれに類するいかなることもなかったという意味である。これは彼らの名誉の証明である。そこで彼らは恥ずかしがることなく、自ら進んでイスラム教に改宗した。彼らは預言者に言った。神の祝福と平安が彼に与えられますように。私たちは聖なる月以外にはあなたのもとに来ることができません。聖なる月とは月の種類を意味し、ラジャブ月、ズル、カダ月、ズル、ヒッチャ月、ムハッラム月の4つの聖なる月を含みます。彼らはこれらの月のみに許可され、他の月には許可されませんでした。なぜなら、アラブ人はそこで戦わなかったし、ムダル族の異教徒はラビアとメディナの間に住んでいて、ラビア族は彼らを通過せずにメディナに行くことはできず、聖なる月以外は彼らを恐れていたからである。彼らは戦うことを拒否したので、預言者、神の祝福と平安がありますように真実と虚偽を彼らに説明する決定的な命令を与えるよう頼みました。自国の人々に伝えるためです。預言者、神の祝福と平安あれは、4つのことを彼らに命じました。彼は神を信じるように命じ、
それは神以外に神はなく、ムハンマドは神の使徒であるという証言を意味すると説明しました。この二つの証言の意味は、しもべがそれらを宣言し、心の中で認めて信じ、その意味を信じ、その要求に従って行動するべきであるということです。彼は全能の神の唯一性を信じ、認め、証言し、神以外に真の神はなく、ムハンマド、イブン、アブドゥラーのメッセージと彼が預言者と使徒の印であり、彼に従い彼を信じることが全世界の義務であることを認めます。次に彼は彼らに礼拝を確立するように命じました。これは、1日5回の礼拝を続けることを意味します。その時期、その条件、柱、義務に従って、彼は彼らにザカートを支払うように命じました。これは、法定の金額と限度に達したすべての富に対して義務付けられている金融行為であり、それから1年が経過すると、退院歴、ヒジュラ歴10分の4が差し引かれます。これには、家畜や牛に対するザカート、作物や果物、交易品に対するザカート、そして地中から採掘された埋蔵財宝に対するザカートも含まれます。鉱物については、その数とザカートの時期に応じて徴収されると言われました。ザカートを適切にそれに値する人に支払うことは、富の祝福を増やし、来世で大きな報酬をもたらします。それを惜しみ、それに値する人から差し控えることは、クルアーンやスンナの多くの文章で説明されているように、この世と来世で悲惨な結果をもたらします。それはそれに値する人に与えられます。全能のアッラーの言葉に述べられているように、はじめ中ザカートの支出は、貧しい人や困っている人、それを集めるために雇われた人、心の和解を望む人、捕虜や負債のある人を解放する人、アッラーの大義のため、旅人のためにのみ行われます。これはアッラーによって課せられた義務です。そしてアッラーは、地にして秀明です。終わり中あと、タウバ、60。それから彼は彼らにラマダンの断食を命じました。これは崇拝の意図で食事を控えることです。日の出から日没まで、飲酒、妻との性交、その他断食を破るすべてのこと。それから彼は付け加えた。そして戦利品の1/5を納めなさい。彼らはムダルの異教徒の隣人であり、ジハードと戦利品の民であり、戦利品と略奪品は、イスラム教徒が力と強制によって異教徒のお金から奪ったすべてのものに適用されます。彼らは預言者、神の祝福と平安がありますように1/5を与えており、全能の神はその言葉で次のように述べています。そして、あなた方が何であれ得たものは、確かに神とその使徒と近親者のために1/5である。アルアンファル、41。正当な目的のために使うため、彼は5つのことを言ったにもかかわらず、彼は彼らに4つのことをするように命じた、という彼の発言は疑問視されたのですか。すると、命じられている4つのことのうち最初のことは礼拝の確立であり、彼はその2つの証言をその祝福として言及しただけだと答えた。彼は礼拝とザカートを一つとして考えていたと言われている。それは全能の神の書における対応物であり、または1/5を支払うことはザカートを与えることの一般性に含まれ、それらの間の共通点は、ある状況ではなく別の状況で特定の金額を与えることです。それから彼は言いました。そして彼は彼らに4つを禁じました。そしてそれは彼が、神の祝福と平安を与えられますように、彼らが食べ物と飲み物に4種類の器具を使用することを禁じたことを意味します。一つ目は、緑または赤の壺、またはガラスやその他のもので作られたアルハンタムで陶器を覆ったもの、または気候を塞ぐもの。二つ目は、かぼちゃのある、カルであるダバについてであり、その意図された意味は、それを掘って中身を空にした後、容器のようになる容器を禁止することです。三つ目は、ヤシの木の根元に掘って中身をくり抜いて容器のようになるナキルについてです。四つ目は、タールで覆われたムザハトについてであり、おそらく彼は次のように言ったでしょう。向かいそれはタールで覆われたものです。タール、それはムカヤールと呼ばれ、乾燥すると燃やされる植物で、船やその他のものに、ピッチでコーティングされるのと同じように、タールでコーティングされます。特にこれらの船の使用は禁止されています。なぜなら、それはすぐに食べ物や飲み物に影響を与えるので、おそらく誰かがそれを飲んでも変化を感じなかったのでしょう。そして、神が彼に祝福と平安を与えてくださいますように、彼はその後、いかなる酒器の使用も許可しましたが、いかなる酔わせる飲み物も禁じました。サヒーフ、ムスリムにはこう記されています。私はあなた方に水袋以外での発酵を禁じた。だからどんな容器でも発酵させなさい。そして酔わせるものを飲んではいけない。そして、預言者、神の祝福と平安あれは、ハディースの最後で、
自分の言葉を保存し、アブドゥルカイスの代表団から質問した人たちの後に来た人々に伝えるよう勧めました。ハディースにはこうあります。重要な問題では、高潔な人々と指導者がイマームに代表団を派遣する。質問の前に謝罪する。ハッジ以外のイスラム教と、その柱の重要な問題を明確にする。その行為は信仰と呼ばれる。これには次の内容が含まれます。学者は徳のある人を敬うように促されます。これには次の内容が含まれます。学者は出席者に説明し、理解するために仲間の何人かに助けを求める必要があります。これには次の内容が含まれます。学者は人々に知識を伝え、イスラムの教えを広めるように促す必要があります。これには次の内容が含まれます。知識の探求者とファトワを求める人が学者に答えを説明してくださいと言っても何ら罪はありません。